どうもさっさんです。今回はですね、シャオミさんから新しく発表されたばかりの新型スマートウォッチ試していきたいと思います。はい、それがこちらですね、シャオミウォッチ S4 っていうモデルで、名前に4って入ってる通り、これ S シリーズ4代目のモデルになってるんですよ。シャオミさん実はスマートウォッチのラインナップ結構多くて、手頃な価格のエントリーモデルから、より機能性とか質感にこだわってるモデルもね、幅広く選ぶことできるんですよ。そしてこちらの S シリーズについては、機能とか質感にもこだわったモデルになってます。ただ、価格はそれでも約2万円ぐらいでね、買えちゃうんですよ。他のメーカーのハイエンドスマートウォッチで言うと、普通に7、8万とかね、したりするんですが、そういうのに比べてね、かなり価格抑えられてますし、しかもバッテリーがなんと通常モードで15日間ね、持つそうなんですよ。やっぱりスマートウォッチって便利だし、使いたいんだけど、充電するのめんどくさいんだよなっていう人もいると思うんですね。そういった方にはね、結構ぴったりなモデルなんじゃないかなと思います。で、本体の形状、これから開封してね、詳しく見ていきたいんですけども、ラウンド型なんですよ。丸型なので、パッと見ね、スマートウォッチっていうか普通の時計っぽく見えるので、プライベートはもちろんフォーマルなシーンでもね、使いやすいんじゃないかなと思いますし、この見た目をカスタマイズできるね、純正のアクセサリーっていうのも販売されてるんですよ。今回ですね、こちら2つお送りいただきました。この黒い方がミッドナイトカーボンっていうモデルですね。で、緑の方がパイングリーン。これどちらもバンドとベゼルがね、セットになっていて、もともとついてるやつから交換することで結構ね、印象変わるんじゃないかなと思うので、後で試してみたいと思います。はい、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、これからね、こちら開封して本体を詳しく見ていきたいっていうのと、セットアップしてね、実際使ってみたいと思います。ヘルスモニタリングの機能とか、スポーツモードね、かなり高機能なみたいなんですよ。ということで、早速やっていきましょう。はい。というわけで早速ね、開封していきたいんですけども、今回お送りいただいたサンプルのカラーがレインボーっていうね、カラーになってまして、これ以外にブラックとシルバーも選択することができます。全部で3色展開ですね。じゃあ開けていきましょう。オープン、よいしょ。はい、来ました。Xiaomi Watch S4 レインボーなんですけども、どうですかね。結構可愛いですね。もう派手派手っていう感じよりはちょっとさりげないね、差し色っぽい感じになってて、いい感じのカラーですね。はい、内容物については Xiaomi Watch S4 本体とユーザーマニュアル、そしてこちらが専用の充電器ですね。じゃあ保護フィルム外してね、ちょっと本体詳しく見ていただきたいんですけども、どうでしょうか。本体の右側にボタンが1つと、そしてね、上の方にはクラウンもついてるんですよ。これね、S3 にはなかったんですけども、このクラウンを使って、回してね、スマートウォッチ操作したりとか、押し込みっていうのもね、できるようになってるみたいです。左の方はボタンはないですね。で、付属のバンド、メインのカラーはブラックなんですけども、アクセントとしてね、縫製の糸が赤とか、オレンジ、緑、青みたいな感じになってて、可愛いですね。素材はおそらくシリコンとナイロンだと思います。裏側はこんな感じですね。こっちも保護フィルム剥がしますけど、ここがね、センサーになってて、スマートウォッチをつけた時の、ヘルスモニタリングとかができるし、充電の接点はここ。バンドの裏側は全てシリコンになってるっぽいです。この映像でどのぐらい質感伝わってるかっていうのはわかんないんですけど、かなりね、これ高級感ありますね。全然2万円のスマートウォッチっていう感じじゃないと思いますね。じゃあ電源入れていきましょう。こっちかな？はい。来ました。うわ、ディスプレイめっちゃ綺麗だな。じゃあセットアップしていきます。ディスプレイね、これ有機 EL になってまして、解像度も高いし、かなり綺麗に見えますね。この QR コードからね、アプリダウンロードします。このスマートウォッチは Android でも iOS でもどっちでも使用することができます。今回は iPhone でね、これ使ってみるんですけど、もし対応してる Xiaomi 製のスマホとかタブレットとこのウォッチ接続する場合は、専用の機能、例えばスマホカメラのシャッターをこのウォッチで切ってあげたりとか、スマホから音を出して探すような機能とか、そういったものがね、使えるようになるみたいです。じゃあアプリダウンロードしたので、セットアップしていきます。はい、こちらがアプリのトップ画面で、もう僕の Xiaomi アカウントでログインした状態です。で、追加右上のプラスマーク、デバイス追加かな？もう出てますね。はい、来ました。iPhone の通知を受信する許可。これがアイコンの表示方法。とりあえず一番上でいくか。で、着信の時に連絡先を表示。
イベントとタスク、現在地の天気。これも OK ですね。で、装着ガイド来ました。じゃあ実際につけてみましょう。やっぱスマートウォッチって言ったらね、センサーがこう手首から離れてたらちゃんとね、トラッキングされないと思うので、若干きつめにつけた方がいいかな。はい、手首につけるとね、こんな感じですね。サイズいいね。どうでしょうか。でかすぎず小さすぎずね、結構ちょうどいい感じじゃないかなと思います。ちなみに僕の手首の太さなんですが、このね、骨の出っ張りの少し後ろあたりで、15.5 センチっていう感じです。多分ね、普通かちょっと細いぐらいの手首かもしれないですね。それでこんな感じの見た目になってます。もうこれでセットアップ終わったっぽいな。指示に従って腕時計の機能使用方法を学習してください。これちょっとやってみましょう。開始。文字盤出てきましたね。かっこいい。なんか普通の時計みたいな感じだね。まず上からスワイプすると通知を出せると。次に下から上にスワイプするとウィジェット表示って書いてますね。こんなのが出てきます。ちょっと一瞬で終わっちゃったんですけど。で、右からスワイプすると文字盤が表示されると。で、これの選択はクラウンですね。これを回してあげると。次がこの右下のボタン。これを押すとコントロールセンターって書いてるかな。なるほどね。時計の設定ができると。で、文字盤を押し込むと文字盤をね、変更できるみたいな感じか。もっと詳しく学びましょう。これもやっとこう。リューズを押してアプリを表示できると。で、下ボタン3秒間長押しするとシステムメニューを開きます。3回押すと緊急連絡先に電話できる。なるほどね。チュートリアル完了しました。デフォルトの文字盤変わりましたね。機械っぽい感じで、これはこれで可愛い。ちょっと文字盤ね、どういうやつあるか見ていきたいな。こういうのとか。なんか宇宙っぽい感じ。これはなんか普通っぽい感じですね。どうしようかな。迷うな、文字盤。なんかいろんな状態確認しやすそうなやつとかもあるし、これもね、結構確認できそう。アプリを開いて文字盤追加。今のがもともとね、このウォッチに入ってるやつで、アプリちょっとじゃあ見てみよう。はい、じゃあアプリ側でね、文字盤どんなのがあるかも見ていきたいんですけども、ちなみにね、今、ファームウェアアップデートもあったので済ませちゃいました。で、この時間がですね、結構かかったんですよ。多分30分以上ぐらいかかったので、Xiaomi Watch S4 購入された方で、最初のアップデートするときに、急いでる時とかはね、アップデートしない方がいいと思います。時間に余裕がある時にね、やるようにしてください。じゃあこのオンラインというところを押してですね、順番に見ていきたいんですけども、なんか結構ね、文字盤の種類あるっぽいんですよ。デジタルのやつとかアナログのやつ、こういう可愛らしいね、キャラクターが載ってるやつとかもね、いろいろありますね。ちょっとざっとね、見ていきましょうか。アナログもデジタルもね、本当に種類多いな。いや、どうしようかな。このウォッチ自体がですね、パッと見スマートウォッチってわかんないような、結構大人なデザインなので、アナログにしたいな、できれば。めっちゃあるな。めちゃくちゃ種類あるな。これで全部ですね。どうしようかな。シンプルめなアナログの文字盤がいいな。例えばこういうのを押してみると、適用を押すとね、反映されると。消費電力とかもね、書いてますね。消費電力2。これ、デジタルとかだと、これは1ですね。もしかしてアナログの方が消費電力多いとかあるかもな。これは3ですね。動くのかな、もしかして。このアナログのやつは2とか、いろいろありますね。シンプルめなやつにしたいので、このカービングっていうやつ適用してみたいと思います。これ消費電力3なんですけどね、とりあえずこれでいきます。はい、適用してみたんですけどどうでしょうか。いや、いいね。普通の時計にしか見えないような感じですね。で、今ね、ディスプレイちょっとモヤモヤっていう風に見えるかもしれないんですけど、これカメラの設定の問題なんですよ。肉眼で見るともう全然真っ白なね、普通の文字盤に見えます。ちゃんと秒針もあるし、バッテリー残量もわかるし、日付もね、今日3月9日なんですけど、一目でチェックできますね。はい、続いて健康をサポートしてくれる機能、例えば心拍数の測定とか、そういったものを見ていきたいんですけども、これはですね、スマートウォッチ本体から、この聴診器のマークですね、これでね、一気に測定することができます。実は今一回やったんですけど、録画を押し忘れて今撮り直しちゃってるんで、もう一回やりたいと思います。このスクリーニングってやつを押すとですね、一気に心拍数、血中酸素濃度、ストレス値っていうのを測定できます。いきます。はい。じゃあこれでね、1分間待ちますね。はい、結果出ましたね。まず心拍数 72bpm の血中酸素レベル 96%、ストレス軽度っていう風になってます。
心拍数については通常成人の安静時心拍数55から80らしいですね。今が72で、血中酸素レベルなんですけども、これがね日常活動をしている時の濃度 95%、 睡眠時は 90% 以上、 90% 未満になると要注意ということだそうです。デフォルトだとね、この終日トラッキングっていうやつオフになってたので、これ手動でオンにしました。定期的に測定してほしいという方は今の血中酸素レベルオンにするっていうのと、ストレス値のやつもね、これも僕手動でオンにしました。今回軽度だったので26から50の、間と、そんぐらいであればね良さそうですよね。これ数値では見れないのか。で、睡眠時間だったり、睡眠時心拍数とか血中酸素レベルっていうのは、寝てみないとわかんないですね。それ以外にワークアウトで使える機能とかもあるんですけど、今ねもう夜9時過ぎてるので後日ね、試してみたいと思います。はい。というわけで、こちら Xiaomi Watch S4 つけ始めて、今日で3日目ですね。3日目の午後3時ぐらい。まず、睡眠のトラッキングについて、2日ね、夜つけて寝てみたんですけども、こちらがね、1日目のデータですね。睡眠の質が普通となってまして、下の方に行くと、何時に入眠して、何時に起床したかっていうのを、こういうね、グラフみたいな感じで表示してくれていて、このグラフ何を表しているのかというと、深い眠りがどのぐらい、浅い眠りがどのぐらい、覚醒時間どのぐらいありましたよっていうのを、一目でね、チェックできるようになってるんですよ。で、寝ている時の平均心拍数とか平均血中酸素レベルっていうのも表示してくれてます。じゃあ、入眠の時間と起床の時間、これどのぐらい正確なのかというと、ほぼね、この通りなんですよ。入眠時間っていうのは僕がね、寝る直前まで何時何分だったのかっていうのを見てるわけじゃないんですけど、大体このぐらいだったと思いますし、で、起床時刻について、これ10時4分ってなってるんですが、その前に覚醒時間ありますよね。覚醒1回ってなってるとこ。これ確かね、8時40分とかそのぐらいだったと思うんですよ。8時41分から46分の間ですね。実はこの時間、宅急便が来たんですね。で、1回起きて、その後まだちょっと眠いなと思って寝たんですよ。そこまでちゃんと正確に測定してくれてて、めちゃくちゃすげえなと思いました。スマートウォッチによっては、このね、起きた時間挟んじゃうと、もう寝てないって判断されたりするんですね。もう一回ちょっと寝たとしても、それがグラフに反映されてなくて、もう起きてることになっちゃったりとかするんですけど、Xiaomi Watch S4 についてはね、そんなことなく、一瞬起きたのも計算されてるし、その後ちょっと1時間また寝ましたとかっていうのも正確にね、測ってくれてます。ただ、ここでね、睡眠段階、深い、浅い、覚醒、この3つしかないですよね。これ実は他にもレム睡眠っていうのがあるんですよ。でもこのグラフに反映されてなくて、これなんでかというと、このアプリのデバイスっていうところを開いて、フィットネスと健康で睡眠っていうところを開くと、高度なモニタリングっていうところあるんですよ。これオンにしないとレム睡眠っていうのをトラッキングしてくれないみたいで、1日目ね、それ知らずにオフの状態でね、使っちゃったんですよ。で、2日目はこれオンにしてみました。で、こちら2日目のね、睡眠のデータなんですけども、ちゃんとね、レム睡眠っていうのも計測してくれるようになりました。それとですね、この高度なトラッキングをオンにしたからなのか、睡眠スコアっていうのもね、表示してくれるようになったんですよ。これ1日目、3月10日は普通とかしかね、出てなかったんですけども、さっきのスイッチオンにすると、スコアどのぐらいで、同じ年齢層の 94% のユーザーよりも高いスコアですみたいなね、目安っていうのも表示できるようになってます。ちなみに2日目の入眠とか起床時刻っていうのもほぼね、合ってるなっていう感じでしたね。もちろん1日目と同じく平均心拍数とか平均血中酸素レベルっていうのも表示できます。で、いちいちアプリを開いて昨日の睡眠どうだったかなって見るの面倒っていう方は、スマートウォッチ本体からもね、こうやって睡眠のデータね、チェックするっていうことも可能になってます。どのぐらい寝れたとかね、こういう感じで本体から、深い睡眠、浅い睡眠どのぐらいとか、平均心拍数、血中酸素レベルとかね、こういうのをチェックすることができます。それとこの Xiaomi Watch S4 開封するときに Xiaomi 製のスマホと組み合わせることによって専用の機能を使えるって言ったんですよ。例えばカメラのシャッターを切ったりとか、スマホを探すみたいな機能を使えるって言ったんですけど、これね iPhone と一緒でも使えました。例えばスマホを探す機能っていうのは右下のボタン1回押して、このねスマホ振動みたいなマークですね、これで探す。これで今ねスマホ本体が振動してくれてるんですよ。マナーモードなので音は出てないです。
マナーモード解除するとこういう感じでね、ピポピポみたいな音が鳴ります。マナーモードだと音が出ないっていうのはちょっとね、残念なポイントではあるんですけど、一応ね、スマホ探すことができるっていうのと、それとカメラのシャッターも切ることができて、アプリアイコンの中にね、このカメラマークがあるので、これを起動するとね、この真ん中カメラマークがあるので、これを一回押すと、カメラのシャッター切れるし、クラウンを一回押すことでもね、カメラのシャッター切ることができます。で、さらに下にタイマーのマークがあって、これを押すとね、セルフタイマー使うことができるんですよ。3秒と5秒ですね。これもね、非常に便利なんですよね。はい、こうやってね、セルフタイマーオンにした状態で写真をね、撮るっていうことも可能になってます。シャオミのスマホとかタブレットと組み合わせる場合はもっといろんな機能が使えて、例えば電話着信時のジェスチャー操作だったりとか、資料のページめくりっていうのをジェスチャー操作で行ったりとか、そういったことに対応してます。はい、次が Xiaomi Watch S4 のね、ディスプレイとか操作性、反応速度についてなんですけど、これもね、めちゃくちゃいいんですよ。例えば時間確認しようって思った時に、このスマートウォッチ本体をこうやって傾けたらディスプレイつくんですけど、このね、反応超良かったですね。ものによってはね、ワンテンポ遅れてディスプレイついたりとか、うまく反応しなかったりするんですけど、これはね、全くそんなことないですし、あとね、ディスプレイの解像度高いので、めちゃくちゃね、見やすいんですよね。時間の確認しやすいっていうのもそうですし、何か例えばメッセージが送られてきた時にその文字もねすごく見やすいです。で、メッセージのスクロール、サンプルでね短いメッセージを送ってみたんですけど、これをクラウンでね操作して下の方までスクロールするってことが可能になってるんですよ。もし長いメッセージを送られてきた時にディスプレイこうやって操作してたらね、指が邪魔になっちゃったりすると思うんですけど、クラウンであればそのね邪魔になるとかそういうことなくねスクロールできるっていうの意外と便利でしたね。一応注意点としては、長いメッセージの時に全て表示できるっていうわけではないんですよ。ある程度表示してもっと見たいってなったらスマホ本体から確認するっていうことが必要ですし、今これ Gmail サンプルで送ってみたんですけど、これにねスマートウォッチ本体から直接返信するとか LINE に直接返信するとか、そういったことには対応してないです。そしてディスプレイの明るさ、これもね S3 からかなり上がってまして、外のね明るい時間帯に使ってみたんですけども、暗くてねディスプレイ見えにくいとかそういったこと一切ないですし、もちろんね、メッセージの確認も明るい場面でも全く問題なかったです。はい、続いてがバッテリーの残量についてなんですけども、3日目の3時過ぎぐらいで 21% バッテリーを消費したっていう状態。一応スペック的には通常モードで最大15日使えるとはなってるんですけど、睡眠の詳しいトラッキングをオンにしたりとか、あとはですね、この消費電力高めの文字盤使ってるからっていうのもあって、ちょっとバッテリーの減りはね、早めのペースかなとは思います。ただ今のペースでも1週間以上はね、使えると思うので、そのぐらい持ってくれればね、十分かなっていう感じですね。長期の出張とか旅行でもね、フル充電で出かけたら全然ね、問題なく、帰ってきてもバッテリーの残量余ってるっていうぐらいなんじゃないかなと思います。はい、じゃあここでせっかくなので冒頭でもお見せした交換用のバンドとベゼル、これもね試してみたいと思います。じゃあまずはねこの緑の方から開けていきましょう。はい、こちらがですね交換用のバンド。この緑の方は本革みたいですね。なんか革っぽい匂いがしてます。そしてベゼルはこんな感じですね。今ついてるのがちょっとカラフルなやつなので、それと比べると、よりねフォーマルな印象を受けるんじゃないでしょうか。この交換のやり方もめちゃくちゃ簡単で、まずバンドの外し方は裏側のねこの金属の金具みたいなやつを横にスライドするだけでこんな感じですね。すぐ取れます。反対側もね同じように外してあげて、で取り付けはさっきと逆ですね。金具をずらした状態ではめ込んであげると、反対側も同じように取り付けます。でベゼルなんですけど、これはね回すだけで簡単に外れるんですよ。ベゼルが取り外されましたという表示になってますね。で新しいベゼルを取り付けました。ピープオンになりましたか。これベゼル交換すると専用の文字盤が提案されますね。ちょっとやってみよう。こんな感じどうでしょうか。かっこいい。緑もね可愛いっすね。この文字盤も相まってすごいいい感じ。腕につけてみたんですけどこんな感じ。もうさっきとね全然印象が違いますね。もう全然違う時計に
なったっていう気がしますね。うわ、なんか新鮮だな。例えば最初ね、このノーマルなベゼルとバンドで使ってちょっと飽きてきたなーって思ったら、こういうね、交換用のバンド、そしてベゼル、文字盤っていう風にしてあげると、違った雰囲気でね、また楽しめるんじゃないかなと思いますね。じゃあもう一個の方もね、試してみたいと思います。いや、これバンドとベゼルを物理的に交換できるっていうのもそうなんですけど、こう専用のね、文字盤に変わるっていう演出も楽しいですね。はい、取り付け完了ですね。お、文字盤来た。おお、かっこいいね。ちょっと黒を基調にしたね、ちょっと大人な見た目の文字盤になってます。こっちはバンドの素材、元々のやつと一緒で、ステッチの色だけ変わったっていう感じかな。ベゼルの色はね、全然違うんですけど、これはこれでね、おしゃれですね。はい、つけてみるとこんな感じになりますね。その時の服装とかシーンに合わせてね、使い分けてみるといいんじゃないかなと思います。Xiaomi Watch S4 ね、購入されている方、交換用のバンドとベゼルもね、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあせっかくなんで、ワークアウト機能もね、使ってみたいと思います。これ本当に種類が多くて、屋外ランニング、ウォーキング、自由形、ハイキングとかあるんですけど、さらにね、これ下の方に行くとその他っていうのがあって、ここにね、めちゃくちゃいろんな項目、用意されてます。今回はですね、この屋外ランニングですね。これ自動的に GPS オンになるっぽいの。心拍数もね、計測されてると。これもういけんのか。これで開始。ちょっとこれでね、走ってみましょう。はい、今ですね、ちょっと軽く走ってみたんですけど、こんな感じでですね、心拍数表示とか、距離とかね、ペース、時間なんかを確認することができると。これ終了した時のね、表示とかも後でチェックしてみたいと思います。はい、ということでね、帰ってきました。運動不足すぎて、ちょっと走っただけでね、もうだいぶ疲れたんですけど、終了はどうすんだ？ありました。終了。はい。長押しか。すると結果が出ましたね。何分かとか、距離とかで、消費カロリー、平均心拍数とかね、確認することができます。結構ね、詳しくいろんな項目、チェックできるっぽいですね。はい、こんな感じです。はい、というわけで今回は Xiaomi の新型スマートウォッチ Xiaomi Watch S4 のレビューでございました。やっぱりね、この価格でこのクオリティのスマートウォッチ出してくるっていうのはさすが Xiaomi さんだなと思いましたね。バッテリー持ちいいし、トラッキング機能についても素晴らしいし、それと見た目のカスタマイズ性、バンドだけじゃなくてベゼルの交換に対応してるっていう点もね、面白いし、これ1台でいろんな用途でね、活躍してくれるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃね、いいスマートウォッチだと思うんですが、強いて気になる点2つ挙げるとすると、まず1つが、アプリのね、通知についてですね。これもちろんね、通知対応はしているんですけども、その設定画面こちらなんですね。で、通知送信できるアプリを選択っていうところの数が、どうやらあんまり多くないらしくてですね。メジャーなもの、例えば電話とか、僕が使ってるもので言うと、LINE、X、Discord、Gmail とか、そういったものはあるんですけど、本当はもっとたくさんのアプリスマホに入ってるんですね。でもこれが表示されてなくて、他の通知使いたいのであれば、その他っていうね、ところにチェックしないとダメになっちゃうんですよ。でもその他チェック入れると、結局ここに表示されてないアプリ全部ね、通知されるということになってしまうので、そこがね、ちょっと残念っていうのと、もう一つは仕方ないことではあるんですけど、日本国内でこのスマートウォッチにクレジットカード登録して非接触決済使うとか、そういったことはね、対応してないんですよ。これ値段安くて高機能で精度も高いしね、バッテリー持ちもいいし、あとは決済系の機能対応してくれたら、もうね、派遣取れるんじゃないかぐらいのね、スマートウォッチだと思いますので、これからね、Xiaomi さんなんとか頑張ってほしいなと思いました。こちらの Xiaomi Watch S4、この動画出てる頃にはもうね、発売始まってると思いますので、興味ある方ね、動画の概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。こんな感じでガジェットについてのレビュー動画たくさん投稿しておりますので、もしよろしければね、チャンネル登録して応援していただけますととても嬉しいです。というわけで今回は以上、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。